こんにちは、月島です。今回はアネックスのペンシル型 LED 検電ドライバーを購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。この検電ドライバーを使い、導通検査をすることで、コーティング源の原アースについて調べることができます。目次です。各部の確認、使い方、コーティング源の導通検査、最後にまとめと次回予告です。それでは開封していきたいと思います。開封しました。内容物は検電ドライバー本体とパッケージの台紙です。台紙の裏に使い方、内側に電池の交換方法と注意事項が記載されています。本体各部を見ていきたいと思います。先端が刃先となっています。キャップがついています。マイナスドライバーの形をしています。幅は 2.5 ミリです。反対側にメタル部があります。電池を交換するときはここを外します。横から見て透明な部分に LED ランプが搭載されています。導通であればこのランプが赤く光ります。先端とメタル部を触れます。ここで赤くランプが点灯すればこの検電ドライバーが正常に使えるということを示しています。次は使い方を見ていきたいと思います。この検電ドライバーの検電機能です。対応しているのは交流 AC100 から 240V で通電チェック、ホット、アース判定、導通テストを行うことができます。コンセントの極性判定ができます。ホット側とアース側の確認です。コンセントの穴にテスターの先端を挿して LED が点灯する側がホットで点灯しない方がアース側です。コンセントの極性を調べる際に検電ドライバーのメタル部分に触れると感電しますので十分に注意して操作してください。私が今回行いたいのはこの導通テストです。例えばケーブルなどが正常であるかどうかを調べることができます。このケーブルは私が自作したギター用のシールドケーブルです。ベルデンのケーブルにノイトリックのコネクターをつけました。導通テストのやり方は一方のケーブルのコネクター部分に指で触れてもう片側の先端にドライバーの刃先を触れさせてメタル部分を触ります。ここにある LED が点灯すれば正常であり、点灯しない場合はケーブルのどこかが断線していることになります。試してみたいと思います。ケーブル先端のプラスの部分に触れて LED ランプが点灯しました。マイナス部分に触れてみます。こちら側でも LED が点灯しました。正常なケーブルであることがわかります。次はいよいよコーティング源にこの導通検査をしてみたいと思います。源の導通を確認する方法は、源の適当な位置を指で触り、同じ源の別の場所に検電ドライバーを触れさせます。そしてメタル部分を触り、LED が点灯すれば導通しています。つまり原アースが取れているということになり、ノイズの原因はエリクサーの弦ではないということになります。LED が点灯しない場合は導通していないということになり、弦のコーティングのために電気が通らないので、原アースが取れずノイズの原因になっている可能性があるということになります。それでは検査してみたいと思います。LED がつきませんでした。
すべての弦で導通の確認が取れませんでした。ということはやはり弦アースが取れていないということになり、コーティング弦がノイズの原因という可能性が出てきました。先日開封レビューしたフェンダー USA のプレベはコーティングしていない普通の弦ですので、導通するか試してみたいと思います。すべての弦で LED がつきました。この場合、弦アースが取れているということになります。確かにこのベースでは指弾きをしてもほとんどノイズはありませんでした。だいたい予想通りの結果になったと思います。次はまとめと次回予告です。結果をまとめていきたいと思います。今回この剣電ドライバーを使用してベース用のコーティング弦は弦アースが取れないことが確認できました。ベースは4本とも巻き弦で全ての弦がコーティングされているためです。ちなみにエレキギターの場合は1、2、3弦がプレーン弦ですので、コーティングされている弦でもそこで弦アースを取ることが可能です。こちらはエリクサーのコーティング弦を貼っているギターです。剣電ドライバーを当ててみると1、2、3弦すべてで LED が点灯します。巻き弦の4、5、6弦は LED がつかないので導通していません。ベースの話に戻ります。ピックで演奏した時にノイズが入らない理由を考えてみました。私はピックで演奏する時は常にブリッジに右手が触れていました。ブリッジは導通しますので、そのためにノイズが入らないのではないかと思います。次の流れとしては、このフェンダーメキシコのベースにダダリオのコーティングしていない弦を貼ってみて、同じフレーズを弾いた場合にどうなるのかを検証していきたいと思います。次回の動画では弦を張り替えるためのアイテムとしてミュージックノマド社のグリップカッターという弦を切る専用のカッターを購入してみましたので、開封レビューして切れ味などを見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。